これですね、タンクがこう開くようになってて、この家族がちょっと怖い感じなんですけど、39年式のナックルヘッドでサーティーズなんですけども、ナックルヘッドの中でも結構希少性が高いエンジンが積んであるんですけど、タンクの形状はもうそのドクロで、ピーナッツタンクをモールディングしてドクロを作ってる。フロントフォークの形状が変わってて、 JD のロングフォークっていうサーティーズのフォークが入ってるんですけど、デンバーズチョッパーズはどんなに長くてもハンドリングが軽いっていう。タンクのその色っすかね、やっぱり当時のこんな感じ絶対なんないんで、やっぱ今の塗装だと見つけた時半分ぐらい土に埋まってて、庭先で見つかってるんですけど、デビリーナって言えばアメリカ本土では知らないやつがいないぐらいの、不良のカルチャーの多分、一番悪いバイクだと思います。ザ・キングスパフォーマンスのギマです。今日はよろしくお願いします。今は一応サバイバーっていう、チョッパーのジャンルのを中心とした販売と、カスタムと、あと修理もやってて、バイク全般やってます。じゃあ紹介していきます。これがナックルヘッドっていうエンジンで、1947年当時のモールディングフレームになってて、ペイントとフレームもモールドしてあって、ペイントがちょっと売りな感じの、気に入ってる車両ですね。これが、ショベルヘッドって言われる70年代主に生産されてたエンジンで、4速フレームっつってリジットフレームではないんですけど、ショックが入ったフレームにヴィンテージのパーツで構成されたチョッパーになります。シートは70年代のシートで、全部が古いパーツで構成されてて、新しいパーツっていうのはほとんど、使うとこ以外は全部古いパーツで構成してるんです。これが50年代に走ってた当時のトライアンフのレーサーなんですけども、スピード出すのが好きで、若い時はレーサーにも興味あって、で速いの乗ってたんですけど、日頃からバイクに向き合うっていうことに対しては、チョッパーの方がやっぱライフスタイルには合ってるかなと思って、今はチョッパーに乗ってるんですけども、レーサーも好きです。シートは軽量化、どうしてもその重さを軽くするのに必要最低限な1本で走れるぐらいの、要はガソリンもちょっとでいいし、だいぶ軽量化されてて、重いパーツはほとんど抜いてあるっすね。やっぱり無駄なものはないっていう、やっぱシンプルだけど一番かっこいい感じです。16歳ぐらいから乗ってるんですけども、ハーレーに乗り始めたのが18歳の時で、ショベルヘッドっていうバイク買ったんですけども、当時ハーレー・ダビッドソンとマルボロマンっていう映画が91年ぐらいに上映されるんですけど、それを子供の時に見て、子供ながらに映画を見てかっこいいと思って、でバイクに乗れば女性にもモテる的な感じで、ただそれだけかっこいいっていうものだけにちょっと憧れて、好きになったのがきっかけですかね。やっぱハマってるジャンルがやっぱヴィンテージっていう、そのハーレーの中でもヴィンテージのカルチャーが好きなんですけど、やっぱ20年前30年前ってまだサバイバーとかっていう言葉はなくて、大まかにそのヴィンテージバイクみたいなで、そのエンジンが古くて、でも外装は作り込みだったり新しいパーツが入っててもヴィンテージバイクとして年式が古いから言われてたんですけど、だんだんそれがやっぱり外装も古い方がより特化したヴィンテージに突き進んでって、でやっぱこのサバイバーっていうそのカルチャーがだんだんここ
5年10年ぐらいでやっと浸透してきて、ヴィンテージバイクと、サバイバーチョッパーっていうのがまたちゃんと皆さん理解してきたっていうか、やっぱちゃんと歴史があるバイクだから、ちょっと服にも共通する、ヴィンテージウェアと共通するとこが、一番僕が好きになったかもしれないですね。これが僕が乗ってた車両なんですけども、36年式のナックルヘッドのファーストイヤーのナックルヘッドのエンジンに4速フレームっていうちょっと後年式のショックが入ったフレームに乗せるっていうのがテーマで、もともとローリングシャーシだけアメリカで発掘されて、それにあえてファーストイヤーのナックルを積むっていう、それをやりたくて、エンジン組んだ車両になります。これはやっぱり、ここのフレームとタンクの一体式、普通は外せるようになってるんですけど、これはモールディングされてて外れないんですよ。ここの当時のビルダーのやっぱ仕事っていうか、ここが一番のお気に入りのフレームがポイントですかね。39年のナックルヘッドになるんですけど、これの気に入ってるポイントはフロントフォークの形状が変わってて、 JD のロングフォークっていうサーティーズのフォークが入ってるんですけど、もともとこれすごい短くて、こういうちょっとレーサーっぽい感じが主流なんですけど、当時誰かがロングに伸ばして、でこのパーツ自体をあんまりほとんど今見たことないんで、ここのフォークの感じがお気に入りと、あとやっぱりこのタンクのそのペインターがやっぱすごい気に入ってて、結構ちょっと出せるか分かんないですけど、すごい絵が載ってて、これがちょっと不良な柄なんで、シートももちろん古いシートが入ってて、全部モールディングもフレームもモールディングされてます。これも乗ってて、一時これも気に入ってるっす。これがインディアンのチョッパーなんですけど、インディアンをベースにした当時もののサバイバーのチョッパーってほとんど見つからなくて、どうしてもやっぱりインディアンってやっぱ純正ストックが出ることが多くて、そのまんまの状態でやっぱインディアンって完成されすぎてて、一回じゃあ販売します売りますってなった時に、売る方もこれが完璧だから、要は触るなじゃないですけど、これが完璧なんだっていう主張がやっぱ当時強かったんですよ。それで多分倒産することになると思うんですけど、やっぱカスタマー側が触れないっていう、あとハーレーよりも当時定価が高かったはずなんで、当時だと100ドルぐらい高いんですよね、新車だと。だからその辺のニーズとそのプロ意識との狭間で倒産しちゃった会社なんですけど、それを要はチョッパーの形にカスタムするっていう当時のカルチャーがあんまりなくて、すごい見つからない車両なんで、ちょっとこれは東で出たんですけど、ニューヨーク寄りのやっぱりそのフレームがすごい気に入ってて、さっきも話したんですけど、タンクとフレームが一体式になってて、これ作った人もやってないからやったと思うんですけど、誰もやれないからフレームが一番気に入ってるっすね。これが一応僕が最近まで乗ってたパンヘッドっていうエンジンなんですけども、フレームがシングルダウンチューブっつって、要はハーレーダビッドソンって2本でこう立ち上がってくるんですけど、ここのフレームが1本で立ち上がってきてすっきり見える感じなんですけど、軽くてちっちゃくて、大柄のチョッパーよりかはすごい運転しやすくて軽いっすね。これ当時の、誰が書いたかはちょっと分かんないですけども、白ベースにレインボーのフレームスパターンで、このカラーリングもすごい気に入ってるとこっすね。あとこのチェーンのハンドル、これはすごい気に入ってて、このハンドルは当時もんで、当時誰かが作ったハンドルなんですけども、乗る時に結構怖くて、やっぱりちょいちょい見ながら折れたらもうちょっとあれなんですけど、走ってる時にこけちゃうんですけど、やっぱちゃんと作ってあるから、これはやっぱ全然折れない。だからやっぱちゃんとプロが作ってる
もしかするとお店がちゃんと作ったやつかもしれないですね。次これなんですけど、一応ナックルヘッド、こっちもナックルヘッドなんですけど、フレームがさっき言ったこのシングルダウンチューブと話したと思うんですけど、こっちもシングルダウンチューブなんですけど、要はこれがそもそも始まった元ネタっていう、その VL フレームっていうシングルで立ち上がってくるフレームのカスタムしたっていう車両になるんですけど、要は年代的に言うとこれからこれに変わったっていうだからこっちの方が古いフレームにはなるんですけど、もうこの当時やっぱこの1本で立ち上げるっていう、やっぱそこになんかその当時のアメリカ人はすごいこだわってたんだなみたいな、それもなんか面白くて、このフレームも好きなんですけど、こっちもそうで、こっちも1本で立ち上がってくるけど VL フレームをベースに作ってて、でもこっちはもうフレームから作ってるっていう、年代がこう徐々に変わっていってる、歴史も見えるんで、そういうのもすごい好きで、コレクションしてる感じではあるんですけども、このバイクちょっと結構変わってて、タンクがすごい作り込みがすごくて、これですね、タンクがこう開くようになってて、この家族がちょっと怖い感じなんですけど、もともと見つけた時からこれ入ってて、男か女か分かんないんですけど、子供もいて、でここに一応タンクキャップがあって、ここからガソリンを入れる形になってるんですよね。なんでこれやっぱり日本人だと絶対これ作れないと思うんで、やっぱアメリカ人のこの感性が、一番惹かれるとこですね。一番お気に入りのタンクではあります。これ45年のナックルヘッドエンジンなんですけど、デンバーズチョッパーズっていうフレームの車両で、その今もデンバーズチョッパーズってアメリカにもまだ今ショップがあって、これは70年代のデンバーズチョッパーズが制作したチョッパーなんですけど、フレームの形状が細くて、普通のフレームよりもちょっとナローっていうか、細くて長くてみたいなで、ロングフォーク大体ロングフォークなんですけど、デンバーズチョッパーズはどんなに長くてもハンドリングが軽いっていう、乗ってみた人は分かると思うんですけど、大体長くするとやっぱハンドルがめちゃめちゃ重くなったり運転しにくくなったりするんですけど、デンバーズチョッパーズが作るバイクはどれも軽いんですよ。どんなに長くても。そこは多分今でもやっぱそのお店があるっていう、そこにやっぱ特化したいいバイクショップだと思うんですけど、好きな車両のブランドでもあって、でその写真が残ってるんですけど、この人たちデンバーズチョッパーズ当時の写真が残ってて、全部こういう感じなんですけど、やっぱこのロングフォークのカルチャーだと、結構好きなジャンルのカスタムショップです。当時のペイントでやっぱフレームスとかが個人的には好きなんで、ファイヤーパターンがファイヤーパターン多めにストックしてたり、上に絵が描いてあるようなああいうタンクも好きで、一応ここには飾ってるんですけど、お客さんがいつでもセレクトできるようには揃えてるですね。じゃあ奥にもあるんで行ってみますか。ここは、車両自体はインディアンが多くて、一応インディアンルーム1台ちょっとトライアンフがいるんですけども、インディアンに特化した部屋になってます。ヘルメットやっぱ好きで、ずっと長年集めてるんですけども、ハンヘルからあとジェッペルもあって、ちょっとレーシーなやつからチョッパー向きのちょっと不良な感じのヘルメットもたくさんあって、なんか当時の写真とかカタログとか見ると、結構なんかヘルメットというああいう軍物的なああいうのも被ってるやつらがいて、戦争とチョッパーカルチャーが精通してるっていうとこでもあり、要はベトナム戦争が行って生きて帰ってきたやつらが
そこから母国でちょっとエンジョイするっていうところで、バイクが選ばれて、で着てった服とか着てったヘルメットとかを要は装飾してそれをかぶってバイクに乗るっていう、多分当時ノーヘルで良かったと思うんですよ、アメリカは。でもそれを自由に装飾して乗ってるっていう写真をすごい見たことあるんで、それを参考にしながらやっぱその不良のカルチャーが気になって、それでアメリカで見つけたら買うようにしてるっていう感じで今まで集めた感じなんですけど、これは全部インディアンなんですけど、この4台に関しては全部ストックで純正スタイル、ありのままの姿で出てきたって発掘されたっていう車両なんですけど、ちょいちょいは変わってるんですけど、色だったりあとちょっとオプションパーツがついてたりっていう、だからさっきのインディアンのチョッパーとはもう全然違う、もともとこれでこれがあれになったっていう。ハーレーはなんだろうな、なんか結構売る時も8割ぐらいで納車して、あとの2割はお前のセンスに任せるぜ的な感じの売り方、それがやっぱハーレー・ダビッドソンが生き残ったやっぱ原因でもあると思うし、カスタマー側だったと思うし、インディアンはちょっと完成されすぎて、ちょっと職人気質っていうか、鉄の素材もいいんですよ。やっぱりそのインディアン触ってみて思うんですけど、鉄もいい素材の鉄を使ってて、でその職人たちが作ったバイクだから、やっぱそのこれが完璧だっていうことで売るんで、他の変えるパーツも出てなければ、結構自由もない、バイクを作ることだけに集中してたから多分当時売れなくて倒産したっていうことだと思うんですよね。やっぱハーレー・ダビッドソンはやっぱ当時洋服もいっぱい作って、当時のやっぱエルビスとかマリリン・モンローとか、いろんなそのハリウッドスターたちにそのバイクの前にまたがらせてハーレーのジャケット着させてっていう広告とかもちゃんと売ってて、やっぱそこもちゃんとシェアしたとこで、やっぱりインディアンはそこで負けたっていう感じだと思うんですけど、やっぱインディアンはインディアンで、でもこの完成されたのがその気持ちも、職人の気持ちも上がるんで、バイクとしてはすごいいいバイクですね。じゃあちょっと秘密のお気に入りの部屋があるんで、よかったら。僕個人のパーソナルな部屋になるんですけども、細々したパーツと車両が4台置いてる感じですね。お気に入りの4台っていうか、思い入れもあって気に入ってるやつですかね。これが20年ぐらい前だと思うんですけど、もともとレーサーが好きで WR とかインディアンのスポーツスカウトとか乗ってて、でなんかそのレーサーに乗りつつライフスタイルを楽しんでいる時に、どうしてもそのファクトリーレーサーとかになると公道ではちょっと不向きな、その不便なとこを自分は感じてて、でそれでそのチョッパーに移行したちょうど時期だったんですけども、これが僕が初めてそのヴィンテージのパーツで全部で構成して乗った初めて僕がチョッパーで乗ったバイクがこちらになります。なんでもう20年ぐらい前に作ったバイクですかね。これもフレームとタンクが気に入ってて、こっちもインディアンのフォークが入ってるんですけど、これもすごい気に入ってるバイクですね。当時やっぱ分かんなくて、パーツだけ先行して、それを好きなパーツを詰め込んでやっぱ実際乗ったんですけど、全然乗れなくて、ハンドルも取り回しも重いし、要はホイールもマグホイールっていう、そもそもバイクにつかないホイール入れてるんですけども、もうブレーキも効かないし、結構大変だった思い出があるんですけど、
やっぱどうしても気に入ってたんで、それをどうにか乗ろうと思って頑張って乗ってたイメージですけど、それがやっぱ経験となって、今お客さんにこういろんなこと言われても、いやそれは無理だよとかいけるとかっていう、実際自分が乗ってみて体験してちゃんとお客さんに説明できるっていう、そこも今一つのこだわってるとこっていうか、エンジンも全部乗ったんで、どのエンジンお客さんに言われても答えれるようにとか、どういうパーツを入れても大丈夫とか大丈夫じゃないとかっていうのは大体もう経験値で、全部お客さんには言えるようにしてて、それが一番説得力につながるかなと思って、一応ある程度のチョッパーっていうとこのカルチャーではほとんど経験したかなと思います。こっちが39年式のナックルヘッドでサーティーズなんですけども、36年から47年までナックルヘッド、11年作るんですけど、こっちはサーティーズの、ナックルヘッドの中でも結構希少性が高いエンジンが積んであるんですけど、これもさっき話したんですけど、デンバーズチョッパーズが作ったバイクで、これもやっぱ細くて長いんですけども、フレームの形状が角なんですよ、スクエアで。こう普通丸なんですよ、フレームって大体こう丸の形状してるんですけど、これもフレームワークがスクエアになってて角になってて、これもこの物語になってて、このバイクってここから絵がペイントが書いてあるんですけど、日本じゃレッドデビルは皆さん多分結構好きな人は知ってると思うんですけど、それの妹がデビリーナっていうやつがいるんですけど、そいつも結構悪くて、これ一周チョッパーがフレームを一周して最後タンクにたどり着いてデビリーナに殺されちゃうっていう絵が載ってるんですけど、すごい気に入ってるっすね。なんかそのストーリーがあるっていうか、この発想もそうだし、フレームに絵を描くっていうですね、多分日本人では多分今も多分ないと思うんで、やっぱこの辺のカルチャーがすごいやっぱフリーダムな感じが大好きで、これ気に入ってます。この緑46のナックルヘッドなんですけど、これはちょっと某クラブチームのメンバーのバイクで、15年ぐらいですかね、手に入れたのは。フロントが珍しくその映写用のトライアンフのフロントフォークが入ってるんですけども、ネックだけちょっと伸びてる感じのこのグースネックっていうスタイルがあるんですけど、要はこの首をちょっと伸ばしてそのフォークをセットアップするっていう、今もあるんですけど、これの多分元祖に近い、年代的には近い、これが多分初めだったんじゃないかなっていうやつなんですけども、当時考えつかないと思うんで、これをやろうと思う、そこにやっぱロマンを感じるし、今もやっぱそれが根付いてるっていうのが、ずっと受け継がれていくんですけど、これ最初期に作られた方だと思うんで、これも気に入ってるっすね。これなんですけど、僕が一番パーソナルで一番気に入ってるバイクなんですけども、名前がそれこそさっきも出たんですけど、デビリーナっていう名前がついてるバイクで、僕がこれと出会ってすごい加速したっていうか、このカルチャーに本当どっぷり使ってしまった原因の一つでもあるかもしれないですけど、タンクの形状はもうそのドクロでピーナッツタンクをモールディングしてドクロを作ってる手作りだと思うんですけど、3段階に分かれてまして、このバイクってこれが今が最終形態になるんですけど、もともとは一番初めはフレームスでオールフレームスでファイヤーパターンから色が 1,2 回変わって、次にこのちょっとこのちょっと呪い系の絵が全部描かれてる、アメリカで呪いのバイクって言われてるバイクなんですけど、やっぱこれは、これを僕が所有してるから、アメリカ人にも僕の存在を知ってもらえたっていうこともあるし、これに関してはもうデビリーナって言えばアメリカ本土では知らないやつがいないぐらいの、不良のカルチャーの多分、一番悪いバイクだと思います。16歳から、古着屋の方で古着で働いてて、
で古着当時僕が10代の頃ってちょうどアメリカもんが日本に結構入ってきてた時代で、DC ブランドからアメリカもんが次アメカジが日本に入ってくる時代だったんですけど、まだ当時リーバイスとかもみんな知らない時代だったんで、それが僕が幼少期の時でちょうどだからトップガンとかの80年代のあれぐらいの時からすごいアメリカもんがすごい日本に入ってきて、ファッションも入ってきて、で、古着第一次ブーム世代の時にちょうど僕が16歳で古着屋で働かせてもらって、で古着の仕事をずっとやるんですけど、販売とでどうしてもやっぱりそのアメリカに憧れてて、服もそうだしやっぱバイクもハーレー・ダビッドソンに憧れてて、でアメリカに行きたい、どうしてもアメリカに行きたいってなって思ってしまって、それで21からアメリカに渡米して、でそれからバイヤー的なことをアメリカ本土でやるんですけど、10年ぐらいアメリカにほとんどいる生活が始まるんで、こっちと、年間半々ぐらいの生活が、10年ぐらいはやって、でそれで洋服もそうだし、バイクもそうだし、アメリカ本土でちゃんと味わって、現地のやつらとも交流して、現地のやつらの話もちゃんと聞いて、それで経験と知識と得た感じですかね。アパレルを出したのが、独立したのが27歳の時なんで、もう20数年経つんですけど、27歳の時に独立してアパレルのお店を出すんですけど、ザ・キングスパフォーマンスバイク屋っていうのはもう15年ぐらい経つんで、だからその後 7,8 年後にバイク屋を出すことになるんですけど、バイク屋さんと例えばその洋服屋さんっていうのが当時やっぱあんまりリンクしてなくて、その結構セパレート感あったっていうか、バイク屋さんはバイク屋さんみたいな、で洋服屋さんは洋服屋さんみたいなのが結構まだはっきりしてて、もう30年ぐらい前なんですけど、でやっぱどうしてもバイクに乗る時って、やっぱもう乗り手も全部見えるし、もちろんヘルメットもサングラス手袋から何着てるかとかも全部見えるから、そのセパレートしてるのがどうしても僕は納得いかないっていうか、初めて人がまたがってでバイクも走って完成されるっていう、それが初めて最後の終着点っていうか、それだと思ってて、でそれで洋服屋もやりながらバイクも乗りながら、でもやっぱ結局要は洋服買うのと一緒で、カスタムも一緒なんで、延長上っていうか、なんでそのバイク屋も自分でやるっていうことに決めたのが15年前ですかね。それでザ・キングスパフォーマンスっていうお店をオープンしたっていう形です。店舗名はですね、もともとアメリカにちょっと行った時にサクラメントっていうサンフランシスコから 2,3 時間うちがインに入ったところにサクラメントって町があるんですけど、そこに結構ずっといて、そこでずっと仕事をしてたんですけど、サクラメントキングスっていうチームがありまして、でバスケットボールのチームなんですけど、地元のでそのユニフォームが黒に紫のチームカラーで、そのカラーリングとそのちょっとバスケットチームだけどちょっと不良な感じが、結構気に入ってて、でそこでキングスっていう名前が、サクラメントにもいたんで住んでて毎日仕事してたんで、そこからキングスっていうのを気に入って、そこから取った感じですかね。
一応こっちが一応普段僕が乗ってるバイクを置いてるとこなんで、一応こっちも紹介します。一応100% サバイバーチョッパーなんですけど、某アウトローのクラブバイクの要はローカルの、クラブバイクチームのやつなんですけど、フレームの形状とタンクが一体式になってて、絵も施されてるんですけど、結構過激な絵も描いてあって不良な人が乗ってたであろう車両になります。タンクも結構えげつないし、絵も結構気に入ってるんですけど、やっぱこの不良のカルチャーがどうしても好きですね。こっちももうサバイバーのチョッパーなんですけど、見つけた時半分ぐらい土に埋まってて、庭先で見つかってるんですけど、それを掘り起こして、でこっちになんとか持ってきて、もうほんと泥まみれだったんですけど、一回こっちで全部バラして、できれいくしてカスタムして、当時10年以上前ですけどカスタムショーに持ってきました。で多分賞をもらったと思います。これが、僕が乗ってた、実際乗ったバイクなんですけど、皆さんご存知かと思いますが、サイクルゾンビーズの、スコッティってやつが当時サバイバーで見つけて、でそれを僕が購入して、でまた自分で乗るようにちょっとカスタムして、自分が乗ってた車両なんですけど、結構つい最近まで乗ってたんで、これも結構気に入ってて、要はさっきと一緒で、やっぱフレームの形状と、あとロードショー、横浜のロードショーにも持ってって、これ賞をいただいたんで、結構みんなこれは知ってるかなと思うんですけど、気に入ってるっすね。10年ぐらい前からなんですけど、一応ハイペグ、僕の今スタイルがハイペグのスタイルで、ちょっと足を上げる感じのステップ1に上げて、ちょっと乗りづらいんですけど、僕的にはそのスタイルが一番自分にはしっくりきてて、ステップ周りは全部僕の好みに変えてるんですけど、最近ちょっとSNS とかでも結構見るようになってきたんで、ちょっと若い世代とかにもちょっと浸透して、好きな方はしてくれてるんだなっていう感じはします。こっちが45年の、UL っつってサイドバルブのエンジンになるんですけど、またナックルとはちょっと違ったヘッドがないフィンのエンジンになるんですけど、ちょっとこれまた独特で、ちょっと幸運機っぽいっていうか、走りがまた全然ヘッドがあるやつとないやつと全然変わるんですけど、またこれちょっと古めかしい走り方をする、エンジンですね。でこれも結構古いバイクで、これはでも今から仕上げようかなと思ってるバイクですね。フレーム、エンジン、ミッション以外は全部変えようかなって今妄想中なんですけど、だいたいやっぱり 1,2 年かけてじっくり、パーツ集めも時間かかるんで、今ちょうど煮詰めてて、来年に向けてって感じです。最近まで乗ってた、去年一昨年ぐらいまで乗ってたバイクなんですけど、サバイバーのチョッパーなんですけど、手入れてて、もうフロントフォークから足回りから全部変えてるんで、マフラーも変えてて、これも使ったのってフレームとタンク、エンジン、ミッション以外は全部自分の好みに変えてて、一応サバイバーベースで、ベースとしてはそれを使ってるんですけど、だいぶ当時のサバイバーよりかは形は変わってるっすね。皆さんからも結構これが結構好きっていう声が結構多い車両なんじゃないかなと思います。これ一応パンヘッドで48年のパンヘッドがエンジンが搭載されてるっす。これやっぱタンクのその色っすかね、やっぱり当時のこんな感じ絶対なんないんで、やっぱ今の塗装だとやっぱこれが唯一無二っていうか、このタンクとフレームとフェンダーの感じが一番気に入ってる塗装ですかね。やっぱり気に入ってる感じは、今もこれ乗ってるバイクですけど、これもさっきも話したんですが、サイクルゾンビーズのスコッティがサルベージしたバイクで、それを僕が購入して、でこれも結構自分なりには手もう一回入れて、でもうさっきも話したハイペグにして、足回り変えて、一昨年のロードショーで一応賞も
もいただいて、これはまあ普段の足にも普通に使ってるし、46っすね。エンジンはナックルヘッドですけど、まあ、調子よく走ってくれてて、まあ、一番今活躍しているバイクですね。さっきのめちゃめちゃチョッパーっていうよりかは、まあ、どっちかというとカスタムカルチャーが60年代ぐらいのカルチャーで、ちょっと10年ぐらい違うんですけど、その純正からボバーに変わって、ボバーからチョッパーに変わる移行期ぐらいの年代を意識して組んだカスタムしたバイクですね。なのでまあロングウォークではないし、ストックサイズで、要はちょうど削られていくチョッパーに移行する時の少しずつ削られていく時のやつで、まあ、タンクは分割タンクで、このペイントと雰囲気が気に入っててこれを使ったんですけど、そのまんまこれからもうちょっと細くなっていくっていう時代がやってくるっていう感じの、まあチョッパーの一番初期の頃のやつだと思います。これが一番最近作ったバイクなんですけど、これ HWY っていうチェイスっていうやつの愛車で、まあそもそもパーソナルバイクで、本人もずっと売らないっつって、これだけは俺のバイクだっつってずっと言ってたバイクなんですけど、まあ縁あってなんか僕のとこにオファーを受けて、でまあ自分も当時からこのバイクに対してはやっぱ気に入ってたんで、ほぼほぼ完璧にやっぱり仕上がってたんですけど、まあ、本人も気に入っててパーソナルだっつって言ってたんで、自分のカラーをまあちょっと出したかったんで、足回りとかあと小さなパーツとか、まあ、ヘッドライトもそうだし、ホイールもシフトもそうなんですけど、あとマフラーもちょっと変えて、でまあ全体的にもともとあった時よりも黒がちょっと多くなる感じでもう一回制作したっていう。で去年横浜ホットロットショー持ってって、でこちらも賞もらったんで本人に対しても良かったし、まあとりあえずまあこう皆さんが多分これみんな知ってるバイクだと思うんで、まあ、皆さんにも見せれてよかったなって思う、まあ、一応今これ現役で乗ってるバイクです。でやっぱそのサバイバーでいうと、やっぱり一番のまあ魅力はやっぱりその作れない、今は誰も作れないっていうところが一番のまあ魅力だと思ってて、まあ当時の先駆者たちの作品っていうところで、まあ歴史もあって、まあ今も誰も作れないっていうところに一番魅力をまあ感じてるっていうか、一番まあ皆さんそうかもしれないけど、人と被んない絶対っていうところがまあ一番のオンリーワンなとこが一番のまあ魅力だと思います。サバイバー取り扱う専門店として、まあやっぱそのヴィンテージチョッパーとまた違うサバイバーチョッパーっていうその違うとこで、まあもうちょっとシェアを広げていきたいし、認知もまあ広げていきたいなっていうのがまあ目標なんですけど、まあ、実際物がないと皆さんも分かりづらいだろうし、まあ僕がやるべきことは、まあ僕のコネクションがあってルートがあって、まあアメリカからどれだけいい車両を僕が見つけられて所有して、でそれを皆さんに実際まあ手に取って見せれるように、まあ僕はまあこれからも車両が出る限りはやっていきたいなと思ってるですね。